き技について、説明していきたいと思います。この突き技も、引っ張ってねじって挟む、この3つが大事になってくるので、それを細かく、皆さんにお伝えしようと思ってます。それでは、説明していきますけども、まずもちろん、大事なのは成長線、それをしっかりとまっすぐ姿勢を取ることで、その中で軸回転をしっかりと拳なり足なりに伝えるんですけども、今日は好きなんで拳なんで、しっかりとその回転が肩関節、肘関節、手首の関節を通じてしっかりと力が増幅しながら相手を捉えるまでを細かく説明していきたいと思います。でこの今、軸回転、正中線しっかりと保った中で両腕を水平に保つように、その水平に保ったまんま腕を水平に回していく。そしてその腕を振った勢いで後ろの腕を振って、振った勢いで後ろの腕を振って、例えば下から大きなディスクをかぶって、上からもかぶって、腕の分だけスペースが空いてる状態、上にもディスクの壁があって下にもディスクの壁があって、その壁に当たることなく腕を力じゃなくて中心軸を回転させた勢いで回してみてください。この時大事なのは波打たないこと、もちろん上下のディスクに腕が触れることなく、後ろに行った時すごく難しいんですね。手が下がりがちになるので下がらないようにしてしっかりと。あとはこの時大事なのは腕を振っていく時には振る腕の胸っていうのは閉じてる。で後ろに構えてる、これから振る腕っていうのは開いてる状態。そこから腕を振っていく過程の中で胸が開いて、で今度はこの開いてた腕が閉じていく。いっぺんに開いたりいっぺんに閉じたりするんじゃなく、左右交互に開いて閉じていく形を行っていくはずなので、その動きもしっかりと無視することなく胸の開け閉めを意識しながら腕を遠心力で振っていってください。それをより早く強く行ってみてください。今度は組み手立ちになって左足を前にして構えて、その状態で振ってってみてください。これができたら反対も行って、その時に左足が前になった右足が前になったでブレるようではしょうがないので、その時の自分の体勢もしっかりと整える。で足が平行の時には股関節にしっかりと回転軸がぶつかるまで回転させなきゃいけないし、左足が前の時、右足が前の時には前の股関節にぶつかるまで、それぞれぶつかるタイミングも違ってくるし、その受け止める時の自分の腕の状況も違うと思うので、それをしっかりとコントロールしながら前の股関節、後ろの股関節に回転をぶつけて、また反対側に運んでいく。そのタイミングもすごく大事なことになってくるので、それをよどみなく、また軸をぶらすことなく行えるよう意識整えながら動作を行ってみてください。先ほどの組み手立ちの状態でまっすぐ保ってた軸を今度は斜めにします。斜めにした時でも頭だけ傾けるんじゃなく、しっかりと自分の体、上半身をまっすぐしたまま傾ける。その状況でさっきの、開いた状態、そこから遠心力で胸の開け閉めをしっかりと意識して、先ほどの上から下からディスクをかぶせている状態、その上下をしないように軌道上しっかりとその腕が通るように、その動きを行っていってください。
ステップとしては、平行立ちで立って状態をまっすぐ保った中で軸回転を行っていく。それを組手立ちで行う。で、今度はその軸を傾けて腕を振っていく。で、これですごく大事なところは、まず自分の軸をまっすぐすること。背中が曲がってれば軸は、完成されませんし、その時に意識しては頭をしっかりと上に持ち上げながら、腰をしっかりと下に落とすように、両方で引っ張り合いながらまっすぐ保つこと。膝を柔らかく保ってつま先重心で、かと床につけないぐらいの感じで自由に動ける状態を保ちながら、それだけのために立つんでなく、組手のために立っているという意識のもとに、行うことがすごく大事ですね。しっかりと軸を保ちながら。で、この時も胸を固めるんでなく、胸の開け閉めがすごくこの突きには重要になってくるんで、胸のたわみを常に感じながら両腕を振っていってください。この時に遠心力で腕が振られてくるわけですけれども、血液が指先までグッと集まって、指先が痛いぐらい、そのぐらいの勢いが遠心力で起こるぐらいの、回転力ですね。つけながらやると軸がなおさらしっかりとしてきて、その大切さっていうものを感じることができると思います。今まで行ってきたのは、ウォーミングアップと捉えてみてください。そのウォーミングアップを行った上での、これからの好きな意識なんですけども、そのさっきの胸の開け閉めをちゃんと意識しながら、もちろんその中心軸をしっかりと相手に伝える意識で、腕は固定しなきゃいけないんですね。ここで腕がぶれてしまうと次の力が生み出せなくなるので、中心軸を回転することによってねじれるわけですね。ねじれた勢いを一気に放出する。その時に反対側の肩で引っ張ってるはずなので、ここで挟むことができるんですね。最終的に挟む。例えばハンマーで壁を叩こうと思った時に、その壁も動かしてあげればより力が増すわけですよね。それが挟む動作。挟む動作は同時にガードにもつながるんで、そのまま引いて打ってたらもらってしまうので、前に出す動作。で、この前に出す動作がすごく大事なのは、最初に引っ張ってて打つ腕を導いてるから先に動くことができて壁になることができるんで、同時に動いてたら壁にはならないので、必要なのは最初のこの胸のたわみですよね。反対側で引っ張ってあげて、引っ張った勢いで振ってあげる。振ってあげたことによって最初に動いてた腕が挟む動作に加わるので、その意識をこのたわみから生み出すようにしてください。で、これからまず下敷きの説明なんですけれども、組手立ちで立っていただいてまっすぐと思って、これはもう先ほどから変わりません。で、構えも楽にと思って、でこの時の構えも肘から重いものを吊り下げてるイメージで、だから肩で腕を上げるんでなく、この重みでもってスッと全体で取り上げること。だから先端はすごく力が入っている状態。それを心がける。で、ここから全ての動く動作の根本、原動力っていうのは中心軸なんで、その中心軸の回転が肩関節を通じて、肘関節を通じて、手首を通じて、最終的に肩頭まで力が増幅しながら去っていくイメージ。それは常に忘れないでください。で、ここから、中心軸の回転が横回転なんですけれども、肩関節に行った時に縦回転に変わる。縦回転に変わったものが下突きに変わるんです。腰骨に肘がついているイメージで前に突き出し、これも挟む。意識が大事ですね。より打ち始めるまで腕を立てて、体を回転させながら打ち込んでいく。で、ここで大事なのは、この肩回転を行うために肘をしっかりと楽に保ってあげること。で、肘を残していれば、体が回転していってより力が溜まる状態、体がねじれた状態になるので、それを一気に放出させて挟み込んであげる。常に大事なのはやっぱこの脱力ですよね。常に脱力をしながら力を通して大きい力に変えてあげること。どっかに力が入って力がよどんでしまうと、その先には力が伝わらなくなって、自分で思いっきり動いているつもりなんだけども、先端に飛んでいった集まった力というのはすごく小さい力になってしまう。結果的にそこでまた角度が変わると、相手に自分で 100% で打ってるつもりかもわかんないけど、相手に伝わっているのは 20%、30%。こんなことでは体の技術とは言えないので、この辺、自分の体を 100% 生かして、100% の力を集めて、その力を 100% 相手に伝えるのが
体の技術、一発で倒す技術なので、その辺の意識を忘れないでください。続いて鍵付きなんですけれども、このもちろんこの、ウォーミングアップしたものがベースになります。その胸の開け閉めから肩を通じて腕について肘に通じた瞬間に肘を曲げてあげる。で、相手を捉える瞬間に今度手首を曲げてあげる。そして力をしっかりと増幅させながら、拳、手首、肘がしっかりと軌道上に乗っているように。軌道上に乗ってないでどっかが曲がっていると手首痛めたり、肘が抜けたりするので、その辺の軌道を整える。だから力で整えるんではなく、遠心力、力が入ってない状態の、関節をしっかりと軌道上に乗せた状態を作り上げることがすごく大事です。軌道上に乗せなきゃいけないのが大事なのは、力を通すため。力、ここで当たったものをしっかりとここまで通すために、また挟む動作がすごく大事になってくる。それを意識する。で、あとは、これは打つだけじゃなくて、相手があっての技になるので、ガードが必要になりますよね。だから、打つギリギリまで腕を寝かさないこと。で、体の回転が肩関節を通じて腕を伸ばすとき、この時の目安としたら斜め45度に腕を伸ばす。伸ばした勢いで曲げてあげる。手首を返して。そして振るときに、またこれの反対の手で挟んであげる。すべての腰の回転が腕に伝わるように。で、戻して終わることも忘れないでください。で、今の鍵付きのポイントですね。それをちょっと加えていくと、左足を前にして、で、この鍵付きというのは基本的に相手のレバーを狙ってきます。なので、左が有効的です。なので、左足を前にした状態でちゃんとついていけるように。で、右もしっかりとこの時も同じように斜めに出しながら引っ掛けるように、反対側の背面に使わなきゃいけないんですけども、それが同じように右足が前でもできなければいけませんし、立ち方がしっかりとしてるから打てるんじゃなく、理想的にはもう片足でも前足でも後ろ足でも片手で打てるように。で、極論的に言うと、つられた状態でも打てなければいけない。吊り下げた状態で踏ん張ってなくても軸は出来上がるわけなので、その軸を利用して打つこと。だから常に軸を意識することって大事なことですね。その軸を意識しながら技を相手に伝えること、それを忘れないでください。続いては鎖骨打ちに移ります。で、自分は、相手の胸が表になっている。打つべきその鎖骨が、右足前で、後ろになっている形。なので、右足前に説明していきます。この状態で、またこれも大事なことなんですけれども、ギリギリ打つまで自分の急所をしっかりとガードしていくこと。その状態でもってまた中心軸の回転からいくんですけれども、上からで、この時大事なのはまた横軸の回転をしっかりと肩に収めた瞬間に肘を開けること。肘を開けることによってこの軌道上を確保できるので、そこから一気に打ち落とす。その時に大事なのはこの反対側の挟む手ですね。それと平行になるように。で、なおかつ、左右の関係がこれで分かると思うんですけれども、もう一つ大事なのは上下の関係。上の振り下ろした力を、またこれもまっすぐの力で挟んであげなきゃいけないので、膝から足首までのこのラインと、拳と、肘のラインが一緒じゃなきゃいけない。平行のラインに。これちょっとブレてしまうとまた力も逃げてしまうので、そのラインをしっかりと整えてあげると。それはすごく大事なところなので、ここで意識するように。またこれも打ち終わったらそこで終わりじゃなくて、元の位置に戻して終わるはずなので、それを意識してください。鎖骨打ち、付け加えると、すべて、すべて言えることなんですけども、左右の関係をちゃんとしっかりと構築すること。引っ張ってねじって挟む間に、こうピンと張った、糸がずっとテンションかかったまま動くこと。どっかで緩んだり、どっかで引っ張りすぎて、しまったりっていうんじゃなく、お互いがしっかりとピンと張った状態を相手に当たるまで、保つようになると。その、左右の関係でピンと張ったもの、テンションをかかったものが上下でもちゃんとかかった状態で。
どっかの動く過程で緩んでしまったりすることなく、ずっとそのテンションが変わらずに、逆に増幅するようなイメージで保ってください。だからそれはどういうことかっていうと、左右でこう引っ張った時に引っ張られた方があって、でこう上半身も引っ張ることがあれば、下半身で引っ張ってるはずなの。それに引っ張られる上半身があって、でその時にも横から見ると抜けちゃいけないし、で膝が外に抜けてはいけないし、その角度をちゃんと整えながら、理にかなった、力で作り上げた形じゃなく、体を利用した、関節を利用した体の使い方を意識してあげると、もう自然と、軌道上に乗ってくるはずなので、体はそういうことを望んでいるというか、理にかなった状態をしようとするはずなので、この辺を意識して、ぶつける力もしっかりと、股関節がすごく大事になってきます。上半身と下半身を、つなぎ合わせるのはこの股関節なので、この股関節をしっかりと機能するように、常にテンションがかかった状態を維持するために、この股関節の使い方を細かく意識してください。